こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん！ブルダックあんかけ混ぜそばを食べたいと思います。こちらですね、ローソンで限定で販売されてるらしいです。多分韓国で売ってないんじゃないかな。日本でしか食べられないかもしれないです。そこまでちょっとわかんないんですけど。冷凍でもうトレイも入っとって、それごとチンする感じです。今日はですね、これを6袋とご飯を大盛りにして食べたいと思います。やっぱブルダックね、辛いですからね。ご飯めっちゃ合いますから。じゃあ、用意したいと思います。はい、こちらがブルダックあんかけ混ぜそばなんですけど、税込みでね、397円です。で、カロリーは1袋401キロカロリーです。ちょっと中を見てみましょう。中身はね、こんな感じです。麺があって、で、これがあんかけですね。すごい、麺にね、ちょっと焦げ目がついてる。めっちゃこだわってるね。で、これをね、レンジでチンするだけです。まず、外袋を外して、で、このあん袋をね、重ねて加熱します。必ずこの麺を上にしてくださいって書いてます。トッピングでね、チーズかけたいので、チーズソースを作ります。まずお鍋にチーズを入れて、小麦粉。これ全部目分量でやります。牛乳。今、ブルダックのあんかけ焼きそばはチンして、チン待ちです。もう数が多いとね、チンね、逆に時間かかるんですよね。1個食べるにはめっちゃいいですけどね。で、これをね、混ぜます。チーズがね、焦げつかんように火をね、様子見ながら弱めにした方がいいと思います。これ熱い時はむっちゃ粘土がさ、緩いんやけど、ちょっと冷えるとね、ちょっと固まるけ、それをね、考えてね、お好みの感じで牛乳加えてください。はい。で、この袋がね、めっちゃパンパンに膨れとるけど、しぼんでから外側表にやけどせんように取り出してください。1、2枚作る人はもうね、これをね、かけたらいいだけです。でも私は6人前食べるので、全部容器に移します。レンジだとね、ムラができるけ、ちょっと凍っとるやつだけ別で温めた。納豆もトッピングします。これ豆がね、袋につかん取り方。お酢をね、入れます。そしたらね、超ふわふわになって、トッピングしやすい納豆になる。パスタとかにもかかっとったのめっちゃ美味しいっちゃ。ほら、泡立ちすごくない？でもね、多分なんやけど、先にタレとかをね、入れちゃうと、こんな感じで泡立たんのよ。私前なんかそれ失敗したんやけどさ。多分先にそう入れんといけん。ふわふわ。スミーこの切なそうな声。おおすごい。私いつもパックの中でちょっとやるぐらいやったけど、こんなにやっぱり本気で混ぜたらこんなになるんや。で、タレ入れる。トッピングだけまあ入れんでもいいんか。1セットだけ入れよう。もう言ってしまったっけ。ああアイスクリームみたい。はい、温めあったあんをかけます。おー、美味しそうや。あー、めっちゃいいにゃ。でもそんなね、いつものおなじみのブルダックの刺激臭はしないです。なんかね、鼻にちょっとツンときます、この香り。息したらやばいです。ちょっと喉にきますよ。これから出てる、空気なんかガスが出てるのかな。普通に美味しそうね。あんかけの匂いする。じゃーん、完成です。はい、こっちがブルダックあんかけ焼きそばマジそばいやもうね、数秒前のことをね、すぐ忘れるよね。はい。こっちはブルダックあんかけ混ぜそばです。ご飯です。画面に入りきれてないんですけど、こっちにおネギと納豆とチーズソースと卵があります。いただきます。ご飯と焼きそばの位置が逆。ご飯は左。給食の時間に習いました。美味しそうです。なんかね、そこまで辛く見えないよね。辛いのかな？混ぜそばだから混ぜ混ぜしてね。
いや、辛い。水飲んでも辛いわ。買い物の時の私のお助け。戦士。牛乳とマヨネーズ。マヨネーズは最終的なあれや。一旦牛乳には逃げさせてもらおう。辛い。牛乳好き。マジで牛乳のポテンシャル計り知れない。でもね、辛いんやけど味美味しい。めっちゃ美味しい。ご飯があってよかったわ、きっと。でもうまみもすごいある。なんやろ、でもやっぱ麺がさ、これさ冷凍の麺やからさ、今まで食べとった感じと違うわ。めっちゃうまい。袋麺のもちもち感とは違う、またちょっと歯ごたえあってもちもち感でもそんなにないかな。なんかもうソフト麺よりでもちゃんと歯ごたえあって美味しい。冷凍うどんもさ、すごいちゃんと食感が残ってるじゃん。でも給食とかで食べたソフト麺はさ、ふにゃふにゃやったくない？覚えてます皆さん。めっちゃ美味しい。なんか辛いけどちゃんと甘みはちょっとだけかすかにあります。これはね、ご飯が食べたくなるやつや。うまっ。美味しい。ご飯と食べたらマジ美味しいわ。いいご飯のことになる。辛いな。でもずっと辛い。ご飯食べても辛いもの辛い。ちょっとトッピングしよっかな。じゃん、チーズソース。違うよ、辛いのに逃げでトッピングするわけじゃないの。もっと美味しさを楽しみたいからトッピングするんです。はい、逃げですめっちゃ美味しそう。見てください、このチーズの海を。それでさ、おネギはさ、別にいいと思う。いろんなものとは混ざっとってもさ、おネギはなんかデフォみたいなところあるけどさ。わー、なんてことだー。チーズイタリアンになりました。これでもすごいね。あんかけまぜそばっていうのはなんだ、どこ発祥なのかなわからんけど韓国とイタリアの融合ですね。チーズ最高。わー、なんて天才的なトッピングを編み出してしまったんだ。これは公式で紹介してほしいですね。わー、全然辛いところいっぱいまだまだある。卵もかけてみよう。絶対うまいじゃん。台湾まぜそばみたい。これさ、サムネイルをさ、いつもさ、この何にもかけてない状態をサムネイルにした方がいいのか、それとも全部綺麗にこう全部乗せたやつを押した方がいいのかさ。でもさ、食べてる途中にこれをするからさ、サムネイルには撮れんのよね。と思います皆さん。悩みです、 YouTuber の。卵が入ることによって辛さなんかゼロ。ゼロじゃないけどちょっと残っとるくらいですごい美味しい。でなんかもうパスタみたいやね。麺の太さもあって。美味しすぎる。もう納豆を見るとご飯にかけたくなる。私も納豆ご飯が大好きなんよね。で最近はさ、撮影以外はさ、ちょっと意識高いご飯食べれてるじゃないですか。私言うてもサラダを手でちぎって食べてるだけなんですけど、で玄米と納豆のご飯食べてます。どうしたんですか木下さん。昔の荒れた食生活から比べたら今日はここにかけます。でこれをおかずにこれ食べればいいの。昔がすごい荒れとったからね、私ね。皆さんも知っての通りで YouTube 始める前は始める前であんまお金がなかったから、それはそれで荒れてたんですよ。賞味期限とかそういう問題でね。基本的に荒れてた食生活。でも最近になってちょっとこだわりだした。やはり人間の体を作っているのは食ですから、皆さんもこだわってください。
でもこうやってたまにはっちゃけるのはすごいいいと思います。やっぱり心の栄養ですからね。もう本当ね、こだわってばっかりやったらね、それはそれでね、やっぱ心がちょっとね、なんかきっと疲れちゃうからね。こういう時も、私の場合はさ、これが撮影やん。みんなでご飯食べて食べようぜっていう時は食べたりするんやけど、一人で家の時はね、そんな感じやね。まあ、時間もないしね。納豆最高。うわー、いやー、いいねこれ。もう全部混ぜる、全部混ぜる全部混ぜるよ。だってもずそばだし。美味しそう。そして食べるのが大変じゃなくなった。これあっち行ってこっち行ってせんでいいけ。でも全部混ぜるとなんか程よいわ。チーズも全部入れよう。チーズは可愛いからね、見た目がね。アンパンマンのチーズ。なんでご飯って左ないの？すごい食べにくいんだけど。でもおかずはこうだね。両利きなくはいいのにな。わあ、納豆のこの風味いいね。納豆の旨味が出てます。主張してますよ、納豆さん。マヨネーズの出番なかったです。マヨネーズ味が好きだけど、どうしようかな、かけようかな。これなんかでもさ、フォークで食べた方がいいよね。絶対さ、こういうのってすするとさ、周りにむっちゃつくじゃん。降っても降っても降り降り積もる。いや、私最近この歌めっちゃ歌う。犬は喜びには駆け回り、猫はこたつで丸くなる。なんか私がチンしすぎたせいなんか分からんけど、ちょっと硬いところがあって、でもこれはこれで美味しい。あんかけ焼きそばのさ、ちょっと硬いところあるじゃん。あんな感じで美味しい。でもこれまぜそばやもんね。はい。ご飯入れてもいいですか？いいですよ。ありがとう。いやー、入れちゃうな、これは。辛いの得意な人は最初からね何もかけずに食べるのおすすめです。でも辛いの好きだけど得意じゃないって人はこれいろんなものをトッピングして食べるのがいいと思います。もやしも入っとる。あと豚肉も入っとる。ブザークの冷凍食品ってさないんかな、韓国とかにも。これ結構冷凍美味しい。でもね、辛いのってこうやってさいろいろトッピングするときさそんなに辛くなく食べるじゃん。でもね、後々に体に来るダメージはねあんまり変わらないんです。ちょっとお腹が保護されるかもしれんけどあんまり変わらないです。だから後がちょっと怖いね。でも私はやっぱりいろいろ食べてさ大量に食べるからさ、やっぱりちょっとその辛さの威力も収まってね、ちょっとはマシやと思う。辛いものだけをガツンと食べるよりはね、こういう時は大食いでよかったと思うよね。
でもやっぱ辛い。トッピング食べてさ、全然辛くないって言ってたのはさ、全然辛くないとは言ってないね。ちょっとしか辛みないぐらいしか言ってないか。まあね、それはね、私トッピングを食べてましたね。ちゃんと混ぜると、やっぱり辛いな、やっぱそれでも。最後の一口です。完食です。ごちそうさまでした。ブルダック混ぜそばめっちゃ美味しかったです。いやでもね、マジ辛かったです。でもなんだかもしかしたら普通のブルダックよりは辛くないかな。なんか最近普通のブルダック食べてないんですよ、私。食べてもカルボとか。でも結構最近は食べてないけど、それでも。でも、一番近い記憶で食べたのはカルボでしたね、きっと。結構ちゃんと辛いですよ。まだ口の中ね、ヒリヒリするもん。でもトッピングするとね、美味しい。あともうご飯とやっぱ混ぜると美味しいね。さ、ブルダック炒め麺もさ、ご飯と混ぜるレシピ確かあるよね。確か私やったことあるような気がするんやけど、勘違いかな。もういろいろやってるからね、自分の記憶がね、わからんのよ。でもね、すごいそれがね、美味しい。ご飯と混ぜ合わせると、この辛さがちょっとマイルドになってめっちゃ美味しい。なんかね、あった気がする、そういうレシピ。なんか韓国のアイドルがそれをやってめちゃくちゃバズった食べ方みたいなのが確かあった気がする。それと韓国のウインナー、コンビニで買えるウインナー入れるみたいなやつ。それはまあいいとして。ね、ブラック炒め麺ね、めっちゃ美味しいし、しかもいろいろなものね、自分の好きなものを加えたりするとさらに美味しくなりますので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイーターズスマイル。で、私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。バイバーイ。私がさ、最後エンディング言うとね、猫ちゃん誰か近づいてくるんよ。今日はね、ロンちゃんでした。バイバーイ。ほら、なんか眠たそうやろ。なんか起きとったけど、私のこの声を聞いてね、慌ててやってきたんよ。かわいいね。はい、これはですね、私が最近よく使ってるミッキーバッグなんですけど、これはですね、私がよくお洋服買ってるスタイリーどっちだったっけ、やばいちょっといつもね、スタイリングかスタイリーかわからんことないんだけど、とにかくよく行く服屋さんなんですよ。なんかインスタとかにたまに載せてるんで、見てそこをちょっと確認してもらえると嬉しいかなって思います。ですね、これはね、なんかミッキーとコラボしたとかね、店員さんが言うスタッフさんが教えてくれとって、これはね、ちょっとしたものを入れるのにね、マジで使えます。で、これまあ普通になんか可愛いじゃないですか。でもこれね、こうしてこうやって持つんだ。これはこうやね。こうやって持つんです。めっちゃ可愛くないですか。こういう感じでなんか私はね、水とかいつも持ち歩いてるんで、この中にね、水を入れたりしています。